じゃん、床です。セカンド。ということでですね、前回ご紹介したこちらのタンドラーなんですけど、今回はですね、こういったリアル感あふれるラジコンの醍醐味、トランスミッションをですね、皆さんと一緒に味わっていこうと思います。では行く。へいお待ち。はい、ということでミッションで使うパーツこんな感じで、まずこれがミッションケースですね。で、こちらがミッションの中に入るギア類と、スリッパークラッチの方で使うギア類。こちらがスリーブの部分になってて、シフトロッド。それから A の袋の中に、インプットシャフトとかアウトプットシャフトとか、こんな感じで、ごまごましたパーツもたくさん入ってますね。で、変えれるところは全部ベアリングに変えちゃうと思うんで、これだけ用意しました。で、工具なんですけど、まずはニッパー、ノンスクラッチラジオペンチ、イーリングセッター、ピンセット。で、あとはですね、キットの中に入ってたグリスとかネジロック、他にもキットに入ってた工具類ですね。あとはタミヤのドライバーセット。こちらを使ってですね、今からこのミッション組み立てていこうと思います。まずはギアシャフト A の組み立てですね。イーリングをひたすらはめていく感じなんですけど、案外イーリングってきっちりはまりきってないこともあるので、毎回しっかり確認しながら作業を進めていきます。なるべくシャフトとかに傷をつけたくないので、ノンスクラッチラジオペンチの方がいいかなと思いますね。で、ギアの種類が多いので、端数を間違えないように組み込んでいきます。まず説明書の丸1番のギアシャフト A の組み立てがこんな感じで終わりました。今からギアシャフト B にも入ってきます。なるべくね、割りを取りたいですよね。でん、瞬間接着剤。これ強力なタイプのやつで、プライマーもついてました。今回これ使ってやっていきます。まずこのメタルの外側にプライマーを、受け側の方にちょっと。よし、じゃあ多分プライマー乾いたので接着剤を塗っていこうと思います。これでね、なるべくプライマーを触らないようにちょびっと乗っけて、これを伸ばす。じゃあ反対側もいきますか。綺麗に回るかな。でもちょっと渋い気がするな。シャフトに対してもうメタルが若干傾いてる気がしますね。あんまりやりたくないけど、これでメタルをまっすぐ。もうちょっと。良さそうだな。リングを真ん中にパチッと。手でちょっと普通のラジペンでいきます。よし、OK。スリーブが抜けないようにいいね、1つ。よっしゃ、1枚。ギアスペース。よし。グリスにギアスペーサーの一角と重ねる感じか。なんかすでにミッションっぽくなってきた。ラインに合わせて入れて、ここにもいいリングを仮になるべく取りたい。で、このパーツを入れて、このリングを入れといて、スッと。よし。じゃあこれでギアシャフト B の丸2番の部分ですね。これも完成です。今から
ギアボックスプレートに入ります。これとシフトロッド、あとこのセットフォーク、ミッションガッチャンガッチャンするやつですね。これを組み立てていきましょう。で、よし、OK。マシン作りをで、なんとですね。じゃあ次、シフトロッド組み立てますか。このサイズのイリングだとイリングセッターできるので、このシフトロッドが曲がらないように平らなところに置いて、グリスを薄く、で、ここにちっちゃいスプリング、これを入れて、白い1枚。で、ここにイーリングをセットするんですけど、これだと多分まっすぐ置けないんですよね。で、イーリングセッターでやると曲がっちゃいそうなんで、ブラシピンでいきますか。これはさっきと逆向きで塗りを樹脂パーツを入れて、これも逆向きか。ちっちゃいスプリングと1枚ワッシャーとうわー、めっちゃシフトフォークかっこよこれ。OK。じゃあ丸4番ギアシャフトの取り付けいきましょう。この今組み立てたギアたちをつなげていきましょう。少しだけベアリングサイズが違うのか。1050ギアシャフト A を見て入れると樹脂パーツを例の1150、ここにセットギアシャフト B、これめっちゃかっこいいな。セットギアを合わせるように入れて、さっきのシフトロッドにスプリングを入れて、かっこいい。エアリングを入れて、こっちにも入れて、で、樹脂パーツ、ここにも樹脂パーツ、ちっちゃいスプリング入れて、よし、OK。お家の中でミッション組み立てるとき、端っこにやっぱりこういうところがいいですよね。はい、ということで次が丸5番ということで、このミッションケース取り付けなんですけど、ちょっとこのミッションありのままの姿でガッチャンガッチャン動いてるところ見たいですよね。なんでちょっとこのミッションケースは一旦つけないまま次の丸6番やっていきたいと思います。ではまずはまたイリンクここにパチッとこのシャフトを入れて、次がギアシャフト D ですね。ギアスペーサーを入れて、ここのスプラインかな、これを入れて、同じスパーツにベアリングを入れて、画面で下にも同じく。つけて、ここ、OK。これをここに入れて、カバーをすると、よし、じゃあ7番スパーギア取り付けやっていきましょう。このプレッシャーディスクとプレッシャープレート、これ結構油でネチネチだな。脱脂した方が良さそう。
スリッパーワッシャー。じゃあ切りかけボタンをそこに入れて、でこれなんか触ってみると結構軽い力でもピッと折れそうな感じするんで取り扱い注意ですね。 1.6×8mm シャフトを入れて、スリッパーハブ、これでさっきのシャフトを押さえる。先に挟んじゃう。これを入れて、よし。スプリングをワッシャーで挟んでナット。いっぱいまでまずはねじ込む。よし、じゃあマックス閉まったんで、ここから2回転戻しですね。1回転、2回転。じゃあモーターつけていきます。これをで仮止めしたら、先にピニオンに軽く芋ネジをかけといて、芋ネジをかぶせる。こんな感じで1枚ビニール入ってます。でこれビニール1枚かませた状態で長穴のネジを締めていきます。反対側も締めてあげて、ビニールを抜いたら、バックラッシュがないね。じゃあこれでビニールを取ってあげると、絶妙なバックラッシュになりました。これでモーターは OK ですね。ここにカバーつけてからシフトボールとかつけるんですけど、ただカバーつけると動き見えなくなっちゃうんで、一旦カバーなしでこういきたいと思います。ここにぐるっと。結構折れそうなんで、もうちょっと要注意っぽいですね。でこの 4mm シフトボールなんですけど、途中でもうシャフトに当たって奥まで入んないんで、入らないなーって言って多分ゴリゴリ締めていくと折れるんで、ここは気をつけてくださいね。よし、じゃあ OK ですね。はい、ということでですね、こんな感じで3スピードトランスミッション完成しました。ので今からですね、この状態でどんなキャッチ力なのか、この状態でありのままの姿でどんな感じでギアが動くのか見ていきましょう。こんな感じで準備してみました。本当はですね、このサーボで動かしたかったんですけど、ただ固定がちょっとうまくいかなかったので手動で変速していこうと思います。それではまずですね、このシフトロッドを触ってない状態、これが2速になるんですけど、まず回していきます。1速入れます。3速。ギアだけ見てても速度差ってわからないと思うんで、こっちにですね、実はちびゆかちゃんつけてるんで、この回転数の違いを見ていただこうと思います。それではですね、1速、2速、3速とシフトチェンジしていくので、このちびゆかちゃんの回転差っていうのを見ていただければなと思います。それではまず1速。2速。3速。こんな感じでですね、結構回転スピード違いますよね。で、構造的にはですね、実写でも同じように、シフトノブを動かすとロッドが動いて、このロッド側についたシフトフォークがこのスリーブを動かして、でスリーブとギアが噛み合ったところのギアが選択されて、その速度で回るんですね。で、このインプットシャフトが常に全部のギアを動かしてくれてて、このスリーブがですね、アウトプットシャフトかな、これを回してくれてるんですね。で、この辺りのシャフトのつなげ方はですね、実写とちょっと違うんですけど、フォークでスリーブを動かしてギアを選択してっていう、この動きがですね、
さながら実写のミッションっぽいですよね。ちょっとややこしいんですけど、分かってくると本当に楽しいですよね。はい、ということでですね、これ見てると欲しくなりますよね。私もですね、実際これ組んでてめちゃくちゃ楽しかったですね。いやー、ひとまずですね、前菜ごちそうさまでした。ありがたく残りの組み立てもちまちまいただいていこうと思います。終わりー。ということで今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ちゃんゆかでした。